おはようございます。松田です。7月に入りましたね。もう梅雨は明けたんでしょうか。まだちょっとジメジメしているので、もうちょっとなのかな、わかんないですけど、今日も今日とて原稿をしてあまり外に出ず、割と不健康に過ごしております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はですね、最近ちょっとだけ作業環境が変わったので、そちらのご紹介をしようかなというふうに思っております。はい、今回リベルノボさんからですね、新作のオムニプロというデスクチェアをギフティングでいただきましたので、そちらのご紹介できたらなと思います。いろいろ機能はあるんですけど、私なりに数週間使ってみてよかったなって思うところを特にピックアップしてご紹介できたらなと思います。背中とか座面とかかなり低反発なんですかね。割とすごく座り心地がいいです。で、こちら内蔵のバッテリーがあるんですけど、この電動で動く機能がたくさんありまして、例えばこのボタン、矢印のボタンがあるんですけど、これで背面のこういう風に動かすことができて、腰とか背中とかにぴったりくっつけることができます。特にですね、私は前傾姿勢になることがあるので、腰をここまで前傾になってもサポートしてもらってる感じっていうのはかなり楽に感じました。あとこれは手動操作なんですけど、アームレストを好きな位置までかなり自由に動かせて、こういう風に手をね90度にしてキーボードを打つことができてめっちゃ便利です。ヘッドレストも手動で高さだったり角度だったりをかなり自由に動かすことができます。で、こうやって椅子の角度も5段階調節可能で、かなり倒してリラックスすることもできるので、原稿疲れたなって時もほぼ寝転んだ状態で休むことができます。今回はこのフットレストもいただきました。寝転んだ時さっきみたいに足を投げ出さなくて済みますね。で、このボタン何かと言いますと、なんと背面の自動ストレッチ機能のボタンなんですね。これゆっくり動いてるのわかると思うんですけど、さっきみたいに寝かせたかなり角度をつけた状態でこのストレッチ機能を使うと、もうかなり気持ちいいのでお気に入りでよく使ってます。5分間自動で動きます。で、今度はこっちのボタンなんですけど、エアフローモードと言いまして2段階調節できるんですけど、座面がですね空気を蒸気を吸収するというか、そういう機能でして、ちょっとこれお香を焚いてみてるんですけど、1段階目つけてみるとちょっと空気が吸い込まれていってるの分かりますか？そうなんですよ。体から出る蒸気を吸い込んで快適な状態で座り続けることができるっていう、ファンが回る機能で、これがすごい画期的だなと私思いました。他にもたくさんホームページにこういう風に機能が載っているので、今回ちょっと紹介しきれなかった機能とかもすべて書いてあるので、概要欄にリンクなどなど貼っておきますので、よかったら見てみてください。創作する方とかね、デスクワークの方、かなりこれおすすめの椅子です。はい、ということでここからは本当に日常パートなんですけど、先日友達のイベントの売り子にお手伝いしに行きまして、そのアフターで
日本橋にすき焼きを食べに行きました。これもめっちゃ美味しかったです。なんかすき焼きセットでなんか和牛の上のお肉で一人前でこうお野菜とかご飯とかついてるセットだったんですけど、割と安くて1980円とかで食べれたのでめちゃくちゃお得だなと思いました。ただ私は多分2、3人前は食べれたと思いますで、こちらはさっきのすき焼き屋さんから徒歩5分ぐらいのところにあるコレド室町というビルの中にある鶴屋キッシンさんという和菓子屋さんなんですけど、こちらカウンターがありまして、そこで和菓子をこうリアルタイムで作ってくれるサービスっていうのがあって、そちらを体験して和菓子いただいてきました。4種類の中から和菓子選べたんですけど、私はこの笹の葉なんですかねの和菓子を作っていただきました。ちょっと梅雨っぽい感じで水の滴る感じとかですかね、表現していただいて、味もすごく美味しかったです。こちらもセットで1800円ぐらいだったのでかなりお得かなと思いました。めちゃくちゃ良かったです。日本橋アフターめっちゃおすすめです。最近私の推しグループのみーあいちゃんが新曲を出してくれまして、もうそれが本当にファンだったらもう号泣必至みたいな歌で、MV もめちゃくちゃ良くて、ずっとこれもうエンドレスリピートで聴いてます。超おすすめです。みーあい初めての方にも聴いてほしい。話はちょっと変わるんですけど、今度多摩コミという多摩地区でやる、八王子でやるですねイベントに出たいなというふうに思ってるんですけど、もう気づいたら募集がもう満了してまして、今2時の抽選受付してるので、それに一旦応募して抽選が受かれば出たいなというふうに思ってますので、もし八王子とかそこら辺近くの方いらっしゃいましたら当選したらまた来てくださると嬉しいです。で、その時に持っていくのはこの前コミティアで出した新刊のこの漫画と台湾とかなんですけど、期間も含めなんですけど、この漫画と台湾に関しましてはですね、8月7日から各種電子書店で配信も開始しますので、ご興味ある方は通販とか今回ないので買っていただければなと思います。さて、じゃあ最後にですね、私の最近の近況などなどを雑談をしながら、原稿を書くところを見てもらいながらお話ししようかなというふうに思います。今書いてるのはですね、毎回もうおなじみなんですけれども、私が白線社さんでやっている陰キャは陰キャで忙しいという連載している漫画の原稿でございます。こちらはですね、今31話かなを多分今書いているところですね。この回多分めっちゃおもろいので配信されたらぜひ読んでほしいです。結構自信作で担当さんにも、いやこれはちょっとやばいっすわみたいなことを言われて褒められた覚えがあるので、今からとても皆さんに読んでいただくのが楽しみです。でですね、最近はこの連載をしながら、あともう2つ別の編集部と一緒にお話を進めておりまして、一つは連載しませんかということで連載の企画を進めているのと、でもう一つはまずは一旦読み切りを載せましょうというところで読み切りの今制作をしているところなんですけど、そのねこの今やってる連載
とその2つがこうネームを書く期間がガッと重なった期間がありまして、その間は10日間ぐらいでネームを3本書かなきゃいけないというちょっと地獄の期間があったんですけどそれを無事乗り越えることができまして、今はこうね、そのちょくちょく直したり通ったり直したり通ったりみたいなことを繰り返している段階でございます。どうなんですかね、残りの2つの2社っていうのは今のところまだまだわからないんですけど、まあ今までもね連載やりましょうって言って何回もこう私の力足らずで叶わなかったことはたくさんあるんですけど、今回に関してはどうにかなってほしいなっていうふうにすごく思っているので、こちらに関しても続報を期待していただければなというふうに思います。読み切りもですね、私が今までずっと思っていたことだけどあんま書いてこなかったようなことを真正面から書いているような漫画になっているしたいなというふうに思っているので、それが書けたらいや幸せだなっていうふうに思っていて、どっちの編集さんもなんですけど、なんかすごい私のそのもっともと持っている味とか、その松田さんが書きたいものを書いてくださいみたいなスタンスですごくよくしてくださるので、すごくこちらも書きやすいというか、結構こう苦しんで生み出してるというよりかは、今私がもう気になってしょうがないことを深掘りするみたいな感じで書けているので、仕事量自体はとっても多いんですけど、でもなんか病んだりはせず楽しくお仕事できてるかなというふうに思います。あとそうだ、最近で言うと全然ね仕事量が多かったので、全然こうインプットする時間っていうのが取れなくて、どんどんこう出してばっかりだったので、頭の中がこうカスカスになっていく感覚があったので、読書したいなと思って読書をこれから寝る前とかに取り入れていきたいなっていうのを思っていて、でそれと同時にやっぱりね、現代の人って空いてる時間があるとスマホ見ちゃったりとかってすごくあるじゃないですか。できるだけこうスマホから情報から離れたいなっていうのも常々最近は思っていまして、だからこう紙の本とかその自然散歩とかなんかそっち方面でこう自分自身を豊かにしていきたいなっていうのが最近のこう変化としてあるかなっていうのはあります。そうですね。ちょっと情報 SNS ばっかり見てるとやっぱりどうしても病んじゃいますしね、比べちゃいますし、良くないな。しかもなんか頭の中が情報でいっぱいになると本当に混乱しちゃう、知らず知らずのうちにっていうのは思うので、ゆったりまったり生きて、でその中で自分がこう思うこととかを漫画にしていけたらなっていう風にはすごく思っています。はい、そんな感じですかね。今回はちょっと最後の方ただの雑談になってしまいましたけれども、また普通の Vlog とかもたくさん出すと思うので、生配信もしてますので見に来てくださればなと思います。ありがとうございました。松田でした。